はい、セリカさんです。今回は HG クスイガンダムクリアカラーを制作していきます。劇場公開記念パッケージ版なのでキル系の魔女仕様となっています。今までクリアパーツの裏側にシルバーを塗装することはよくやっていたのですが、今回はブラックをパーツ裏側に塗装したらどうなるのか気になったので試してみました。ブラックとシルバーとの比較実験もやるので確認できるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速やっていきましょう。まずは塗装実験でどんな雰囲気になるのか確認しておきます。実験用のテストピースは実際の構成パーツを使った方が完成後のイメージが浮かびやすいと思うので、これを使って実験します。映像ではホワイトのパーツだけ映っていますが、他の色のパーツも実験します。スプレーで簡単に塗装するので表面に塗料がつかないようにマスキングしておきます。今はホワイトのパーツにやっていますが、他の色のパーツも同様にマスキングしています。あとはスプレーでパーツの裏側を塗装するだけです。スプレーはカインズで販売されている水性スプレーを使いました。比較するためにブラックとシルバーで塗装しました。それでは結果を確認してみましょう。左から無塗装のパーツ、シルバーで塗装したパーツ、ブラックで塗装したパーツの順番です。ブラックを塗装したパーツはホワイトのパーツの裏に塗装しているので、クリアホワイトを上から塗装したような見た目になりました。シルバーは元のパーツをより明るくしたような見た目になります。ちなみにシルバーで塗装したパーツには一部ブラックで塗装しています。一瞬見ただけでは違いが分かりにくいですが、ブラックを塗装した方がシルバーがくっきりしています。ですがクリアパーツ越しなので違いはそこまでわからないです。一応参考までに実験しておきました。次にクリアブルーのパーツを確認します。ブラックで塗装したパーツは完全にブラックの見た目になりました。シルバーで塗装した方は内部のディティールが見えているのですが、ブラックの方はほとんど見えないです。いろいろな角度から見たらかろうじて内部のディティールが見えるくらい真っ黒です。ここからは他のパーツはダイジェストで流しますが、他のパーツでもほとんど真っ黒な見た目になりました。透明度が高いパーツはブラックの影響を受けやすいのでこのような結果になりました。おそらくホワイトのクリアパーツは濃い色であまり透けていないので、その結果真っ黒にならなかったのだと思います。この結果を踏まえて今回はホワイトのクリアパーツにはブラックで塗装して、他はシルバーで塗装していきます。ついでなので塗料の剥がし方を解説しておきます。といってもマジックリンの中にパーツを沈めて放置するだけです。マジックリンを使用しているためパーツ自体に悪影響はなく、初心者の方でも使いやすいです。マジックリンの原液なら2時間ぐらい放置すればこれくらい落ちます。パーツを放置している間は他の用事をしておけばいいので、時間を無駄にすることもないです。ちゃんと綺麗にしたいなら新しいマジックリンの中に入れて同じことを繰り返してください。ある程度塗料が落ちたら水で綺麗にして終わりです。シルバーが多少残っていますが、ホワイト以外のパーツはシルバーで塗装するので綺麗に落としませんでした。本当はシルバーを落とす必要はなかったのですが、動画撮影のためにあえてやりました。ここからはダボ穴を処理していきます。仮組みをして処理するダボ穴を確認しておきます。面倒ですが処理するダボ穴に何かマークをつけておくと便利です。私の場合は小さく切ったマスキングテープを貼っていきました。確認が終わったら分解して部位ごとにケースに分けておきます。このようにしておいた方が再度組み立てる時に便利です。マスターグレードニューガンダムメカニカルクリアの時に分解したパーツをごちゃ混ぜにした結果、再度組み立てる時に地獄を見たので部位ごとにケースで分けておくようになりました。気になる方はコメント欄にリンクを貼っておくので動画をご覧ください。ダボ穴処理にはダイソーで購入したミニルーターを使用します。770円なのでダイソー商品の中では高いですが、プラモの単純作業ぐらいなら普通に使えます。ダボ穴を処理していきますが、先にニッパーである程度ダボ穴を切っておきます。ミニルーターで全部削ることもできますが、時間がかかるし意味もないのでニッパーである程度処理しておきます。根元までニッパーで切るとパーツが割れて表面に亀裂が入るかもしれないので、2ミリくらいの高さは残しておいた方がいいです。ここまで整えたらミニルーターを使います。このミニルーターは単3電池2本で動きます。私の場合は充電電池で使用していて特に問題はないです。何度も使えるように充電電池を使った方が便利です。先端にはダイヤモンドビットがついているので、これでダボ穴を削っていきます。強く押し当てるとルーターに負荷がかかるため、優しく当てて少しずつ削っていきます。削りカスがたくさん出るのでマスクや保護メガネをして、作業場所には新聞紙とか引いておいた方がいいです。特に処理するダボ穴が多いと削りカスが多くて大変です。とりあえずニッパーで処理できなかったダボ穴を削りました。だけどこれで終わりではないです。少し分かりにくいですが、ダボ穴はさらに内側に段差になっている部分があります。この部分まで処理しないと完全に消えないです。軽く図解で説明しますが、ダボ穴の周囲だけルーターで削ると謎の丸穴が残ります。
この丸穴も表面から見えるのでなくなるように処理する必要があります。以前にペーネロペーでも同じことをしたのですが、そっちは全部ヤスリで処理したので今回よりも大変な作業でした。段差になっているのでその角を落とすような感じでルーターで削っていきます。たくさん削ると貫通するのである程度段差がなくなれば大丈夫です。作業自体はさっきと同じで削るだけなので特に難しいことはないです。削り終わった後がこちらになります。ルーターで削った跡が残っていますがダボ穴は完全に消えました。この作業を全部のパーツにやっていきますが正直大変なのでのんびり作業した方がいいです。この作業の後はさらなる地獄が待っています。ルーターの跡を消すためにヤスリで整えていきますがこれが本当に面倒です。パーツの裏側は指が入りにくいのでヤスリを小さく切ってピンセットでつまんで作業します。映像のパーツは大きくて平らな形状なのでまだ作業しやすいですが、それでも内部のディティールに干渉しないように作業する必要があります。使用したヤスリの番手は画面に表示していますが、ルーターの跡は粗いので数字が少ない番手から一気に整えた方が比較的楽です。作業が終わった後はヤスリ跡が残りますが、これはパーツ裏側にクリアを塗装すれば消えます。ですが今回はこのままブラックを塗装してみます。クリアを吹き付けなくてもブラックを塗装すればヤスリ跡が消えるのか試したかったからです。ヤスリ作業まで終わったら削りカスを洗ってきれいにします。細かいところまで削りカスがあるので超音波洗浄機を使いました。洗う時も部位ごとに分けてバラバラにならないようにしています。洗う回数は多くなりますが自動なのでそこまで大変ではないです。洗浄後は水分を軽く拭き取ってから食器乾燥機もどきを使って乾燥させます。自然乾燥でもいいですが早く乾燥させたかったのでこの中に入れました。乾燥が終わったら塗装作業に移ります。これから塗装していきますが大きくて単純な形状のパーツは段ボールに固定してスプレーで一気に塗装します。その前に先に表面をマスキングしておきます。実験の時も同じことをやりましたがスプレーの勢いが強いので意外と表面にも塗料が付着します。なので面倒ですがマスキングしておくと後々楽になります。あとは部位ごとのパーツを段ボールに貼り付けていきます。両面テープが手元になかったのでマスキングテープで輪っかを作ってパーツを固定しました。パーツを固定できれば何でもいいので好きな方法でやってください。ベランダで塗装するので新聞紙で軽く養生しておきます。私の場合は実家なので汚れても問題ないですが賃貸だと問題があるのでしっかり養生した方がいいです。スプレーは便利ですが外で作業しないといけないのが難点です。養生が終わったらパーツに塗料を吹き付けていきます。普通に吹き付けるだけなので難しいことはないです。表面に塗装する時と違って吹き付きすぎて塗料が垂れたりしても見えなくなるので問題ないです。ちなみにシルバーも単純なパーツには同じように作業しています。クシーみたいに大きいガンプラには単純な形状のパーツが多いのでスプレーだと楽ができます。1日乾燥させたらマスキングを剥がして確認します。スプレーで塗装しただけなので問題なくできています。ヤスリ跡も結構目立たなくなっているので私の感覚だとクリアを先にやらなくてもいいと思いました。個人の好みの問題なので不安な人は先にクリアをやった方が無難です。次にスプレーで塗装できないパーツを作業します。こういうパーツは紙コップに塗料を出して筆を使って塗装します。かなり吹き返しがあるので少量しか出さない場合でも外でやるようにしてください。筆に塗料を取ってパーツの裏側に塗装していきます。筆は100均の安物ですがこういう単純作業なら十分に使えます。パーツの裏側なので筆ムラは気にしないで塗膜が厚くなるように塗装しましょう。塗膜が薄くて透けてる方が違和感が出ます。筆の洗浄はマジックリンで洗ってから水できれいにします。水性塗料を使うときはマジックリンを使って塗料を落としています。今のところこれで問題が出たことがありません。それに筆は100均の安物なので悪くなっても新しく買えばいいだけです。パーツの一部にはセリアで購入したプラモ用マーカーで部分塗装しました。ガンダムマーカーと同じように使えるのに110円と安いので便利です。ただ近所のセリアからこれがなくなったのでもしかすると生産中止になったのかもしれません。今でも見かけるならコメント欄で教えてください。ホワイトのパーツでも表裏がないパーツはクリアブラックで塗装しました。これらのパーツを片方だけ塗装したら見る方向によって見た目が変わるので違和感が出ると思いました。なので素直にクリアブラックで塗装しています。映像だと分かりにくいですが透けたようなブラックになっています。パーツ全体を塗装したので裏側だけに塗装したパーツと見た目は違いますがちょっとした見た目のアクセントとしてこのままにしておきました。バーニアはスプレーのシルバーで塗装しました。バーニアは小さくてスプレーで塗装するのはもったいないので紙コップに出して筆で塗装しました。すでにほとんどシルバーになっていますが最初に塗装する様子を録画するのを忘れてました。
元の色と比較するとこんな見た目になります。塗装前もメタリック風でかっこいいですが、関節も同じ色だったので変化をつけるためにシルバーで塗装しました。他にも細かい部分塗装をしましたが、だいたい同じような作業なので省略します。次に組み立てをしていきます。塗装が終わったので組み立てをしていきます。ダボ穴がなくなったので組み立てが特殊になります。まずシンプルにパーツ同士を組み立ててみます。今回はパーツ裏側を塗装しているので、塗料の膜圧分でパーツ同士を固定できる時があります。結構しっかり固定されるので、こういう場合はこのままにしておきます。ただパーツ同士によっては固定できない場合もあります。特に今回は不要なダボ穴は全て処理したので、こうなることは予想できていました。でもこのガンプラは意外と固定できない組み合わせは少なかったです。こういう時は接着剤を使って固定します。100均の瞬間接着剤で十分です。接着剤はゼリー状の商品を選んだ方が作業しやすいです。私は不器用で液状の商品だと指に接着剤がつきやすいのでゼリー状を選んでいます。接着剤を見えないようなところに少しだけ塗ります。パーツの側面全部に塗るとかしなくて大丈夫です。飾るだけなら十分な強度なのでたくさん塗らなくていいです。もし分解することになった場合、接着箇所が少ない方が分解しやすいという意味でも少量にした方がいいです。あとは組み立てながらこの作業をしていきます。部位ごとに組み立てたら最後にトップコートをしていきます。エアブラシでやっていますがスプレーでも大丈夫です。この日は外が暑かったのでエアブラシでやりました。これから夏になっていくので外でスプレーするのは大変になりますね。トップコートが乾燥したら各部位を組み立てて完成です。この組み立ての時に力が入って接着剤で固定したパーツが取れたりするので気をつけてください。それでは完成品を見てみましょう。いつもはブラックの背景で撮影していますが、ガンプラの色と少し被って分かりにくくなりそうだったので明るい背景にしてみました。今回はホワイトのクリアパーツだけに裏からブラックの塗料を吹き付けましたが、何色と言えばいいのかわからない独特な見た目になりました。仮組みと比較するとかなり印象が変わっています。元がホワイトを基本としたカラーだし、ダボ穴も処理しているのですっきりしています。バンシーみたいな2号機設定でこういうカラーが出るかもしれません。ただ一つ問題点があります。ダボ穴を処理したところは厚さが薄くなったのでブラックの色が濃くなっています。多分シルバーとか明るい色ならそこまで目立たないと思いますが、ブラックだと明暗がはっきりしやすいのでこうなりました。今後はこれをどう処理するかを考えたいので、何かアイデアがあったらコメントで教えてください。このガンプラは限定品ですが、元は一般販売品の薬なので当然フライトフォームにもできます。差し替え式で変形させる方式も変わらないと思います。フライトフォームは後ろが長くなるので、ただでさえ大きい薬がもっと大きく見えます。余談ですが、このカラーの薬が映画で出たら暗くてほとんど見えなくなりそうだとこのガンプラを見た時に思いました。戦闘シーンがもっと明るいバージョンも上映してほしいです。ブラックライトを当てるとホワイトのパーツとビームサーベルが発光してくれます。ブラックライトでの確認は完成後に思い出したので、塗装前の状態を撮影しておくのを忘れていました。なので比較はできないですが、この状態でも明るく発光しています。いつもの動画では完成品を見たら終わりですが、ここからは最近お尻を手術した話をしながらパケを飾れるようにしていきます。ここからはガンプラは関係ないので、興味がなかったらブラウザバックしてください。ダイソーで購入したフォトフレームにパッケージを入れていきます。実は5月中旬に脳気症という病気でお尻を手術しました。手術後も1週間の入院が必要だったので、手術と入院で結構お金が吹き飛びました。症状を簡単に言うと、毛穴に細菌が入って皮膚がんだり炎症したりする病気です。特に男性に多い病気で、お尻など通気性が悪い箇所がなりやすいそうです。似たような症状に痔瘻という痔の王様みたいな恐ろしい病気があるのですが、それではありませんでした。プラモを作るときは座りっぱなしだと思うので、お尻の衛生環境には気をつけてください。特にこれから暑くなって蒸れやすくなるので、頻繁に立つなり通気性のいいパンツを履くなどして対処してください。もし違和感あるなら早めに肛門科を受診した方がいいです。早期発見なら薬で治療もできるそうです。簡単ですが注意喚起のために最後にこんなおまけを作りました。それではこの動画を終わりにします。このチャンネルではガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。